はい、地球道模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。今日はですね、とっくん来てもらったのはですね、デカールになんていうんだろうね、デカールに使うなんだろう、補助剤なんだ、デカールに使うもんについてちょっとしたお店で事件が起きたので、それをね聞いてほしいと思って今日特に来てもらったわけですよ。新商品のプリッツでも食べて、視聴者の方もちょっとお菓子片手にリラックスして聞いてもらえたらと思うんですけども、どんな事件が起きたかと言いますと、デカールに使うもんはデカールに使うもんはクレオスさんのマークセッターとマークソフター、これがやっぱり系の歴史の中で、長きにわたっていろんなお店に必ず置いてあるといったような商品なんですよね。他のメーカーさんもそれ出してはいたんですけど、やっぱりメインで言えばクレオスさんがこの海苔と軟化剤と分かりやすいじゃないですか。貼る時に使うんですよと、デカールが硬い時にはこれで柔らかくしてくださいねと2種類出てたわけですよね。ちょっと数年前についにタミヤさんも出してくださいまして、マークフィットって言うんですけど、このマークフィットの使い方がリリースされた時に、まずは模型に一塗りしてください。目的のところに貼ってください。で上にもう一回この同じ溶剤をかけてください。で完成ですだったんですね。だからホビーショーの時にタミヤさんこれもしかしてこれ1本でデカールが腫れちゃうってことなんですみたいなの聞いたら、あ、そうですよ、なんか海苔を強くすることもこれ1本でいいし、で軟化剤も入ってますと。これじゃあこの2つの要素がいっぺんにこれ1本でできるんだからめちゃくちゃいいじゃんって思ったんですよね。でだからそれが出てからはもう僕はこの3つをねお店に並べてたわけですよ。そうするとまた日が経ってタミヤさんが今度何出したかって言いますと、マークフィットのハードタイプっていうのを出したんですよ。だからハードタイプっていうと硬いっていうイメージだと最初僕思ってたんですけど、聞いたら軟化剤がちょっと強くなってます。なるほど、これよりもデカールを柔らかくする力がね強いんだなと。いいじゃないですか。並べたわけですよね、またお店に。でそうすると次にタミヤさんまたこういう商品出したんですよ。デカールのり。これなんだみたいなんで今これ1本で済む話で来てたのに急に海苔だけ出たぞと。でっていうので、次にタミヤさん何出したかっていうと、デカールのり軟化剤入りっていうのを出したんですよ。これはなんだってなるんですよ。1本で済んでるものがデカールのりに軟化剤入ってたらこれ一緒なんじゃないのっていうね。でなんかタミヤさん出してるしって思って、だから今うちの売り場こういう状態だったわけですね。でそれが今年の7月新商品でタミヤさん何出したかと言いますと、マークフィットスーパーハードっていうのが7月に出たんですよ。ちょっと待っていいっていう5個もあるっていうねこれ事件ですよね。というわけで今回タミヤさんに直接カスタマーに電話してこの5種類一体何なんだっていうのを徹底的に聞いたので、そこについてご紹介したいと。だから簡単に言うとあれですよ、タミヤデカールに使うもん多すぎ問題について今回これについて語っていきたいと思います。はい、まずタミヤさんのデカールに使うもん、僕はどういった勘違いをしていったかっていう説明をしていきたいと思うんですけども、なので今から喋ることは全部間違ってますのでただ聞いてほしいのということで僕の勘違いから説明するんですけども、改めてこのマークフィットの使い方が、まずパーツに塗る、その後デカールを貼る、で上からマークフィットをもう一回塗って、でそれで完成ですよっていう案内だったので、海苔とソフターが一緒になってるって今思ってるんですね。クレオスさんでいうマークセッターとマークソフターが一緒になってるって思ってるんですね。タミヤさんに僕の質問がこれ1本でいいんですかって聞いたら、そういう商品ですって来てるわけですね。商品出るために僕タミヤさんに質問してるんですけど、全部それがものすごい変な噛み合い方してるんですよね。そんな感じでこれ1本でいいんだなって勘違いする。で次に出たマークフィットのハードタイプ、最初ハードって聞いたんで海苔が強いのかなと思ったんですよ。タミヤさんにこれハードってどういうことですかって聞いたら、軟化剤が強めなんですよと。なるほどなるほど。でこれで OK と。で次にデカール海苔が出たんですよ。でここで少しおやとは思ったんですよね。なぜに分けたっていうでタミヤさんに聞いたんですよ。なぜ分けたんですかって聞けば多分こんなにおかしくならなかったんですけど、これって何ですかって聞いたんですね。デカール海苔ですと、そうですよねっていう
マークフィットとどういうその分け方なんですって聞いたら、マークフィットではやっぱりその貼る力が弱いから、その一旦デカールのりを模型に塗ってでマークフィットを使ってくださいっていう説明だったんですね。だから僕の中で、そうか、マークセッターとマークソフターが一緒になってるんだから、そりゃ接着力は弱いんだなってなったんですよね。だからデカールのりとマークフィット使えば最強じゃん、なるほどってなったんですね。で次にこのデカールのり軟化剤入りが出たんですよ。ここでちょっともうパニックが起きてあれ元に戻ったぞっていう、分けたのに戻ったぞってなって、これは一体何ですかってタミヤさん聞いたんですね。そうすると、マークフィットのハードタイプの上位互換ですって言われたんですよ。僕の中ではセッターとソフターが混ざってるものの上位互換かって捉えてるから、のりと軟化剤入りがまた変に歯車が噛み合って、なんかそうかってなっちゃったんですよ。一番強いんですねっていうでタミヤさんもその現段階ではそうです、これ一番強いんですっていう解釈になりますよね。だから納得したんですよ。で最後に7月にマークフィットスーパーハードが出たんですねだから最強が出たのにその上出てどうすんのっていうのがあって、でタミヤさんに電話したんですよ。もう僕には分からなくなりました、これは一体何ですかって聞いた時に、40分ぐらいかけてですね、しっかりと説明していただいて、全部の歯車がおかしかったということで、全部解決していきますので、はい、こういった感じで5種類僕の中で並べてられっかってなったこんなもうスペース取ってみたいなって思ってたんですけど、タミヤさんの話聞いたら、まあそうか、そうやったらお店に明日からもこの5種類を並べようという感じになったので、それを次聞いてもらえたらと思います。ではですね、まずマークフィットのこいつは何だったかと言いますと、これクレオスさんで例えると、実はこれマークソフターだったんですよ。これがセッターとソフターが混ざってる商品じゃ実はなかったんですね。これ1本で済みますよっていうことに関しては、タミヤさんはそりゃこれしか出してないんだからこれ1本で済みますよっていうことですね。で僕はちょっと勘違いしていたのが、このマークフィットには糊が入ってるんじゃなくて、元々のデカール糊を強くするものが入っている軟化剤ですよっていう意味だったんですよ。だからパーツの上に塗ってデカールを貼って、でもう一回塗るとより密着しますよっていうことだったんですね。だからそれを僕がこれ1本で済むっていうところの変な噛み合い方と、糊が強くなるっていうワードで2本混ざってるって思っちゃってるから、もうこのスタートから僕の中でずっこけてるんですよ。でクレオスさんのこのソフターももともとねついてるのにもアシストする力があるので似たものなんですよ実は。溶かす力はこのマークフィットの方がすごく下なんですね。こっちかなり弱いです、軟化剤としては。なんで弱いかっていうと、タミヤさんの製品って他のメーカーさんが出しているデカールよりもともと柔らかくなりやすいデカールを使われてるんですね。だからよく模型をやっている方で聞くのが、タミヤさんの模型を作ってる時にマークソフターを使うともうシワシワになるから、クレオスさんのソフター使わない方がいい、なんなら蒸しタオルの方がいいみたいな話をよく聞いてたんですよ。タミヤさんもやっぱそれはよく分かってて、タミヤさんが出してる商品のデカールはこれでやってくださいっていう商品なんですね。そういった意味ではこのマークフィットっていうのはタミヤさんのデカールにはもう最適なんですよ。そうは言ってもタミヤさんからいろいろ意見をいただくのが、いろんなデカールに対応する商品を出してほしいっていうのがあって、次に何出したかっていうと、タミヤさんはこのハードタイプを出したんですね。これが、いわゆるクレオスさんのソフターとほぼ一緒なんですよ。だから順番で言うとこういう感じなんですよね。じゃあ今度タミヤさんはセッター出してないわけですよ。だから次にデカールのりを出したわけなんですよね。そうすると僕の質問も変に噛み合うわけですよねこれとこれを使えばいいっていうところでは、まさにクレオスさんで例えるとこれとこれを使えばいいっていうことなんで、メーカーさんも何も間違ったことは言ってないし、僕の質問の仕方がだから悪くてここから狂ってたんですけど、タミヤさんのリリース順としては何も違和感がないわけですね。で次にどうしたかというと、そのデカールのりにじゃあ軟化剤入れてみたらどうだろうっていうことで、これがだからまさにこの2本が一緒になった商品なんですよ。で僕は最初にどういう質問したかっていうと、ハードタイプとどう違うんですか、メーカーさんの答えは完全に上位互換ですよね噛み合うもんだなと思って
だからまあそういうようなで、ここでタミヤさんも一段落がある程度ついてるわけなんですけど、その後に昨今いろんなメーカーさんがそのデカール専門のメーカーが出てきたりとかで、いろんなデカールが出るようになったんですね。でなんなら自作をする方も現れたりして、そうするとすっごい硬いデカールとかたまにぶち当たることがあるんですよ。もう全然柔らかくならないっていう、そういったところにタミヤさんがじゃあ自分が開発しようということで、今年の7月にスーパーハードが出たわけなんですよ。だからこのスーパーハードっていうのは、ここに上級者向けって書いてあるんですけど、よっぽどデカールのことをいろいろ知り尽くしている方で、でも全然柔らかくならないんですけどとか、そういった困ってる方が買うものなので、基本的にはだからうちのお客さんでデカールの軟化剤とか糊をくださいって言われたら、これはだから僕は勧めないってことですね。だから本当に上級者向けなんですよ。こういう意味ではタミヤさんの中ではもう完全にタミヤさんだけで何でも対応できるデカールのもんができたっていうそういう経緯なんですね。あとですね、プチ情報としまして、このマークフィットっていうのはその軟化剤の強さの違いだけなので、3つ混ぜることができます。なのでオリジナルのデカール軟化剤を作ることができるんですね。だからハードとマークフィットを買っていただくのが、割と僕の中ではそのカスタムするんだったらいいんじゃないかなと思うんですね。でスーパーハードはもうこれはもう最終兵器なんで、どんなメーカーさんなんだろうね、このスーパーハードがいる時ってね。まだ僕はそこまで強いの出会ったことがないんですけど、なんでこの3つが混ぜることができるので、これ面白いと思った方はね、オリジナルの濃度をね作ってもらえたらと思います。最後に今回のデカールの簡単なまとめをできたらと思うんですけども、まず軟化剤としてパワーが一番弱いのはタミヤさんのこのマークフィットです。実はクレオスさんのこれずっとノリノリって言ってたんですけど、マークセッターにも軟化接着剤、少し軟化させる力はあるんですね。この辺りは、僕の使った感覚で申し訳ないんですけど、ほとんど同じです。タミヤさんのデカールっていうのは柔らかいっていうのは結構有名なので、タミヤさんの製品を作るときはこの2つが結構最適解かなと。次に軟化剤のパワーバランスでいうとこの3つになります。タミヤさんのマークフィットのハードタイプ、クレオスさんのマークソフタで、タミヤのデカールのり軟化剤入りです。こちらの3つの商品は軟化剤のパワーバランスは同じなんですけども、のりがこっちの方が入ってる分密着させる力はこっちの方が強いです。で最後に一番強い軟化剤が入っているのがこのタミヤさんのマークフィットスーパーハードと、こういったパワーバランスになります。弱い、中ぐらい、ここは一番、メインになってきやすいところなのかなと。最後ここはね、ここはもう完全に分かっている人向けという感じになります。本当にのり成分が欲しいっていう時はこのタミヤさんのデカールのりを買う方が、クレオスさんのマークセッターっていうのはこれ軟化剤がちょっと入ってるので、本当にのりだけを強めたいという人はタミヤさんのデカールのりを買うのが一番いいのかなと。こういった感じで自分の中の整理がついたので、全て地球堂の棚に並ぶことになったと。晴れてよかったねそういった感じのまとめになります。というわけでですね、今回はタミヤさんのマークフィットスーパーハードが出たおかげで僕の中でちょっとした事件が起きたよというところを聞いていただいたんですけども、軟化剤のこのパワーバランスについては本当にこれ僕調べなのでコメントいただきたくて、実際使ってみたらこっちの方がこういうキットには使いやすいよとか、そこら辺は皆様のコメントにねお願いしようかなということで、コメントの方もお待ちしております。こんな感じでね終わっていきましょうか。はい、ではそういった事件がありましたよということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。これぜひコメントお待ちしてますのでよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。よかったよかった。